さん、こんにちは。藤井です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。今日のテーマは、子供の頃です。皆さんは子供の頃、どんな子供でしたか？明るい子でしたか？おとなしい子でしたか？自分の子供の頃って正直あまり覚えていないですよね。私は小学校の頃の記憶はありますけど、幼稚園の時とかはほとんど覚えていないですね。今日はそんな記憶を引っ張り出して子供の頃の思い出についてお話ししていこうと思います。あと、日本の小学生はどんな習い事をするのかというお話もしようと思います。習い事っていうのは学校の勉強とは別にスポーツとか楽器とかを習いに行くことです。日本で人気の習い事をご紹介しようと思います。さて、まず私の子供の時の性格なんですけど、私は子供の頃すごくおとなしかったです。今もですけど、すごく恥ずかしがり屋で、大勢の人の前で話すことが苦手でした。友達2、3人と話すときは大丈夫なんですけどね。そう。だから、小学生の時とか、授業中に先生に当てられることあるじゃないですか。指名されて、みんなの前で答えを言わないといけない時。これが本当に苦手でした。もう、自分から手を挙げるなんてありえないと思っていました。日本の学校には、授業参観っていうね、親が学校に来て子供たちが授業を受けているところを見るイベントがあるんですけど、小学校4年生とか5年生とかの時にその授業参観があって、で、算数の授業の時に親が見ている前で先生に当てられたんですね。じゃあこの問題を富士山みたいな感じで。私、親の前で答えるのが恥ずかしすぎて、問題の答えは分かっていたんですけど、答えたくありませんって言って拒否したんですよ。やばいですよね。普通に答えた方が目立たないのに、目立ちたくなさすぎて答えたくありませんとか言って、後で親にすごい怒られました。そう、小学生の時はすごく恥ずかしがり屋だったんですけど、でも親に聞いたら、幼稚園生の時はすっごい天真爛漫だったらしいんですよ。天真爛漫っていうのは、自分の思った通りに振る舞う、素直な様子を表す言葉です。確かにちょっと幼稚園の記憶を思い出すと、幼稚園の門の横にあった電信柱に、猿みたいによくよじ登っていたのを覚えています。親にすごい注意されていたんですけど、聞かないでずんずん登っていました。ものすごい変顔してる写真とかも残ってて、明るい子だったみたいです。いつからこんな恥ずかしがり屋になったのかわからないですけど、不思議ですよね。何があったんだって感じ。
となしかったですけど、友達と一緒に外で走り回って遊んだりもしていました。鬼ごっことかね。皆さん鬼ごっこ知っていますか？日本人なら誰でも子供の頃やったことがある遊びだと思います。どういう遊びかというと、まず鬼を一人決めて、他の人は鬼に捕まらないように逃げます。鬼が誰かをタッチしたら、タッチされた人が鬼になるっていうルールです。多分世界中で同じような遊びがあると思うんですけど、日本では鬼ごっこって言います。それを授業の合間とかに校庭でやっていました。私の子供の頃の性格はそんな感じです。はい。じゃあ次は習い事についてお話ししようと思うんですけど、私は小学生の時、習い事をたくさんしていました。私の家の教育のやり方が、とにかくいろいろなものに触れさせて、その中で子供が何かに興味を持ってくれたらいいなっていう感じだったんです。だから、いろいろなところに連れて行ってくれたり、習い事をさせてくれたりしました。何の習い事をしてたかというと、まず、水泳、プール教室ね。これは結構、習い事代表みたいな感じですね。とても人気の習い事です。まあ、いざという時のために泳げた方がいいじゃないですか。海とか行った時のために泳げた方がね、溺れる可能性が低くなるから。日本の小学校はだいたいプールの授業があるんですけど、それだとちゃんと泳げるようにはならないので、プール教室に子供を通わせる親は多いですね。プールは唯一私が好きだった習い事で、一番楽しかったです。プールの日をいつも楽しみにしていました。プールは人気の習い事ってさっき言いましたけど、習っていない子もいっぱいいたので、小学校の授業のプールでは、私はヒーローみたいに扱われていました。小学校低学年に3年生とかだと、プールの端から端まで泳げる子は全然いなかったけど、私は習ってたから泳げたので、富士ちゃんすごいってみんなに言われて、私はもう調子に乗っているので、まあ、これぐらい普通だよ、みたいな感じでしたね。めっちゃうざいですよね、今考えると。はい。あとは、ピアノも習っていました。これも人気の習い事です。でも私習ってはいたんですけど、今は楽譜も読めないし、ピアノも弾けないんです。悲しいことに。お母さんごめんなさいって感じなんですけど、普通、ピアノ弾くときって、楽譜音符とか記号が書いてある紙ね、を見ながら弾くじゃないですか。でも小さい時の私は、それがめんどくさくて、その曲をね、音で覚えて弾いていたんですよ。先生にすごい怒られてたんですけど、全然直さなくて、そのままやめちゃったので、今は時間をかければ楽譜は読めるけど、読みながら弾くっていうのはできないですね。でも楽しみだったこともあって、毎回レッスンの最後にシールをもらえたんですよ。かわいいキャラクターのやつとか。その時ってすっごい学校でシール交換が流行っていて、
友達とみんなでシールを交換していたんですよ。もうどれだけ可愛いシールを持っているかっていうのが一番大事だったので、その時の私にとっては。そう。小学生の時の私は必死にシールを集めていたので、シールをもらうことだけを楽しみにピアノ教室に行っていました。あとは、私が大嫌いだった習い事、バレエです。ダンスのバレエね。バレーボールじゃなくて。バレエ好きの方いたら申し訳ないんですけど、もう本当に嫌いだったんですよ、バレエ教室。私のお父さんがどうしても娘にやらせたいって言ってやらされていたんですけど、本当に好きじゃなくて、ああいう女の子らしいエレガントな服装、衣装とかもあんまり好きじゃなかったし、あと私眉毛が太いのがコンプレックスだったんですけど、バレエ踊るときって前髪とか全部アップにしないといけなかったので、それがすごい嫌でしたね。くだらない理由なんですけど。あと先生がね、めっちゃ怖かったんですよ。すっごく厳しくて、振り付けとか間違えると怒鳴られるみたいな感じだったので、なんでこんなことやらないといけないんだって思っていました。トイレに行きたくなっても怖くて言い出せなくて漏らしそうになったこともあります。漏らしてないですよ。漏らしてはないです。はい。あと、私は中学受験をしたので、そのための塾にも通っていました。あと、お絵かき教室とか、英語教室とかも通っていました。だから小学生の時は本当に忙しくて、放課後、学校が終わった後は、ほぼ毎日、習い事をしていました。月曜日は塾で、火曜日はプールで、水曜日はバレエで、みたいな感じで、その時はもっと友達と遊びたいなとか思ってたんですけど、今となってはいろいろやらせてもらえてありがたかったなという気持ちもあります。はい。あと日本で人気の習い事というと、私は習っていなかったんですけど、書道とか人気でしたね。書道は墨をつけた筆を使って漢字とかひらがなを書くことです。一文字一文字集中して書くので、集中力が鍛えられるらしいです。あと単純に字が綺麗になるっていうのもあります。書道を習ってた人ってすごく字が綺麗なんですよね。小学校の授業でも教科としてあって、みんなの作品を教室の壁に飾るっていうのはあるあるです。やっぱり習っている子はすごく上手でした。あと男の子はサッカーとか野球とか習ってる子が多かったですね。はい。ということで、今回は子供の頃についてお話ししました。子供の頃の性格ってね、今につながっていると思うので、すごく面白いですよね。皆さんは子供の時、どんな性格でしたか？皆さんの出身の国ではどんな習い事が人気ですか？よかったらコメント欄で教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。
また次のエピソードでお会いしましょう。